ご理解第3節。天地金の神と申すことは、天地の間に氏子おっておかげを知らず、神仏の宮寺氏子の家屋敷皆神の辞書、そのわけ知らず、方角日柄ばかり見て無礼いたし、前々の巡り合わせで難を受けおる。この度生神金光大臣を差し向け、願う氏子におかげを授け、理解申して聞かせ、せいぜいまで繁盛いたすこと、氏子ありての神、神ありての氏子、神しも立つようにいたす。せいぜいまで繁盛いたすこととありますおかげは、神と氏子の助かりにならねばなりません。天地との調和、そして交流、そこから初めて生みなされるおかげの世界が開かれます。すなわち、新人共栄の世界です。究極神の願いとされるところはここにあるのです。神の願いが氏子の上になり、氏子の願いが心願成就に至るとき、神と交流の歓喜の世界は開かれます。人間の真実の助かりの世界。人が助かるということはどういうことだろうかと。その私どもが願いが願い通りになる。自分の思い通りになる。なるほど、さぞかしよかろうように思いますけれども、思い通りになる世界が助かりの世界というわけではないようですね。必ず自分の思い通りにはならないことがやっぱり人生起こってまいります。その自分の思い通りにならないときに、さあそこにどういただいていくのか、どういう心持ちになるというのでしょうか。そういう自分の思い通りにならないようなとき、そういうときでもやはり助かっておらねばならないわけですから、人が真に助かるということはどういうことだろうかと思いますね。それが今日このミニご理解にもあります神の願いが氏子の上になり、氏子の願いが心願成就に至るとき、神と交流の歓喜の世界は開かれますと、神様と人間とが愛、拝み合い、楽しみ合う、愛楽世界、その神と交流の歓喜の世界、そういうものが助かりの世界というのではないでしょうかね。その助かりということについて、ではどういうこと、どういう状態が具体的に助かった状態なのかと。昨日は大発見でした。あるお教会で毎朝のお話を生放送ですか、配信されております。YouTube ですね。それをいただかせていただきながら、あるご本を読まれました。それを聞かせていただき、ハッとしたのですけれども、実は今まで聞いたことのない文言というのでしょうか、見教えというのでしょうか、それが入っていたのですね。実はその師匠の見教えからのものですけれども、それは開教5年祭の時の我が心時代を作るというご本の中に収録されているのですね。と同じものがやはり開教15年祭の記念出版一切親愛論の中にも入っております。そしてそれから数年後の英語版の愛楽というご本がありますが、その中にもやはり同じお話が収録されています。そして昨日読まれたのは開教40年祭の時の天地書き付け編ですか。
それに収録されているお話でした。私の横着心からその同じものだから前に読んだことがあるからといって実はその開教40年祭の時のご本のその部分は読んでいなかったのですね。ところがそこを昨日は読まれたのです。読んでみましょう。それはこうです。私どもが助かっていくということ。これはもちろんおかげをいただかなければなりませんけれども、おかげをいただくということの内容が我が心にならせていただくということでなければなりません。天地書きつけに池上金光大臣天地金の神一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めとおっしゃる、その我が心にあるところのおかげをもって、私は金光教の信心のおかげだというおかげだというのだと思うのです。とこの冒頭のここです。おかげをいただくということの内容が我が心にならせていただくということでなければなりません。実はここなのです。そのおかげをいただくということの内容、それが我が心にならせていただくということでなければなりません。と、つまりその真に助かるためにはおかげをいただかなければならない。そのおかげはどういうおかげかというと、我が心になるというおかげだということなのですね。ところが開教5年祭の時の我が心時代を作るのご本にも、15年祭の記念出版一切親愛論にも、また愛楽という5本、この3つの5本にはここの部分がないのです。これがおかげをいただくということの内容がその後がなくて、いきなり天地書きつけにと続くのです。おかげをいただくということの内容が天地書きつけにうんぬんと続くわけですね。あれ、少し私が読んで今までのとは少し違うなと思わせていただき、あれどっちが本当だろうかと思い、その原音と言いましょうか、それを探して聞かせていただきました。そしたらやっぱり原音にはこの部分が我が心にならせていただくということでなければなりませんというものが入っておりました。いわば先の3つの5本からはこの部分が削られていたのですね。40年祭の記念出版の中にはそれが入っておりました。どういう思いで削られたのか私には分かりませんけれども、師匠がはっきりとおっしゃっておられたのですね。真に助かるということ、はおかげをいただかなければならない。そのいただかなければならないおかげというのは我が心になるということだと。我が心にならせていただくということがおかげをいただくということだと。ということですね。それは昨日の私がお話しさせていただいたことにつながるから私はハッとさせられたわけです。そして普通はこの後の天地書きつけにありますところの云々、おかげは我が心にありというその我が心によるところのおかげ、我が心をいただいて、その我が心を元にしてのそこからいただくおかげでなければならないというふうにいただくわけですね。
ところが師匠はもうのっけから我が心になること、そういう我が心になるというおかげをいただかなければならないよとおっしゃっておられたわけです。どうしてここが削除されてしまったのか分かりませんけれども、ここに出てきたからよかったようなものですけれども、やはりご本を作るという時にはよくよく注意せねばならんということでもありましょうし、その時々のその編集者の信心によってこれは削除してよいとか、これはいるものだとか、その見極めというのでしょうか、そういうものも変わってくるのでしょうね。やはりどこまでも原音、師匠のご理解の元のところを大切にせねばならないなということを思わせられた次第ですけれども、師匠がはっきり人が助かるということ、そのためにはおかげをいただかなければならない。そのいただくおかげというのは我が心になるということだ。我が心になるというおかげをいただく。そこに人の真の助かりがあるのだということなのですね。和らぎ喜ぶ我が心をいただくということがおかげなのですね。ですから私どもが真に助かりたい、そこを願うならば、我が心にならせていただこう、我が心にならせていただきたいと願い、その我が心をいただくことに精進する。それが真の助かりだということなのですね。そういえばなるほどそうだなと思います。師匠が我が心になり得ずとも我が心を目指すところにおかげがあるという表現がありますね。なるほどそうだと思います。合点がいきました。それは神様が私ども人間に我が心を授けたい。我が心を持ってもらいたい。だからそこにおかげというのは人参ですね。をぶら下げてあるわけですね。ですから私ども人間はそのご利益の方を欲しいと思います。しかし神様はご利益ではなく我が心を授けたいわけですね。ですからその我が心を目指すところにもうすでに神様がそこに喜んでくださり、ご利益を授けてくださる働きとはなるのですね。神様が私どもに願っておられることは、私どもにおかげは我が心にありというそのおかげというのでしょうか、ご利益を授けることではなく、その和らぎ喜ぶ我が心を授けること、我が心を目指してほしい、いただいてほしいというその私どもが和らぎ喜ぶ我が心を身につけることを神様が願いとしておられる。そしてそこにまた人間の真の助かりがあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。